回はですね、ヨシキさんプロデュース&作詞作曲、新グループ XY デビュー曲、クレイジーラブ、テレビ初披露ですね。こちらを見てというところの感想でございまして、結構ご質問いただいているところもございましてですね、どうでしたかというところのお話をしていきたいなというふうに思うところでございますが、まずはちょっとヤクルトいただいてもよろしいですか？で、メンバーの方たちのプロフィールだったりとかは、細かくはよくわからず、そしてメンバーの方たちがすごく多いような印象は受けたんですけれども、ダンクのオープニングアクトを務められたっていうお話も伺っていたりとかしまして、実際にただそのところのダンクには行ってなくて、ダンクの最終日に行ったっていうのもあって、実際のそのパフォーマンスされていらっしゃる姿とかも見たわけではないので、本当に、そういう意味で言うと、今回のこの YouTube に上がっている映像を見てっていうのが僕は初めましてというところになりますので、それでの感想というところになるところでございます。まず、見て感じたところで言うと、なんだこれはですね。なんだこれはという、ちょっとこう衝撃というか、今までに見たことがないスタイルだなっていうふうに思ったところがあります。だからこれは間違いなく出て、もう初っ端から見た人全員にハマるかと言われたら、多分そこはちょっと難しいだろうなというふうには思いつつも、なんだこれはっていうその衝撃をやっぱりこうもたらすのって結構難しいと思うんですよね。今のこのご時世において、かなり出尽くしたじゃないですけども、ダンス&ボーカルグループってもうたくさんあって、その中でいかにこう頭角を表していくのか、知ってもらうのかっていう、名前を知ってもらうこと、存在を認知してもらうことが、まずもう第一関門になるわけで、そこの第一関門を突破できること自体がやっぱりとてもすごいことというか、とても難しいことなわけじゃないですか。という中で、ヨシキさんっていうネームバリューがあるっていうのも強みではあると思うんですけども、そのネームバリューを用いてどんなグループ作るんだろうなっていうところの、予想をはるかに超えるグループさんだったなっていうふうに思って見ています。なので、面白いなって思いました。限られた3分53秒という時間の中で、いかに自分たちをまず知ってもらうかっていうところに関しては、割と僕はこれは成功というよりかはなんかこう、一個クリアしてる部分はあるんじゃないかなっていうふうに思ったので、いろいろなこれ見方が多分あると思うんですよ。あると思うんですが、内容、クオリティの良し悪しだったりとか、好き嫌いっていう好みの話をする前の段階として、XY というグループさんがいるんだと。なんだこれはと。っていう、ワンツーステップに関しては、めちゃくちゃこれいいなっていう風に思いました。で、その先にある好みのお話っていうところでまたコメントがこう分かれてくるのかなという風に思うので、このあたりは全然、いいんじゃないかな。ただ、でも、この業界はそんな甘くないというか、じゃあインパクトを残して規格外だったりとか、奇想天外なことをすればいいのかって言われたら、それはそうではないですよねっていうところなので、実際にじゃあクオリティのお話だったりとかに入っていくわけですよね。だからインパクトっていうところで、なんだって思わず目を向ける。じゃあその後に見てもらった人たちがどう感じるかで、離れていくのか、ついてきてくださるのか、っていう風にやっぱりなってくるわけじゃないですか。パッと見た感じ、実際の内容については、僕はちょっと分かりにくいなって思っちゃいましたね。分かりやすさっていうものをなんか伝えようとしてるのでは多分もうそもそもないんだろうなっていう風に思ったので、インパクトのあるヘアスタイルの方だったりとか、髪色の方だったりとか、僕がすごくやっぱり興味を持ったのは、悪魔みたいなヘアスタイルしてる人ですよね。どう考えても目が行くじゃないですか。あんな方いたら。てかもうまず皆さんがボーカルの方をくるっとこう取り囲んでる時の赤い髪の人と、この角が生えてる人、このお二人に関しては、もう一回見ても
忘れられない人だなっていうふうに思って、で、その人たちにまず興味を持ったんですよ。全員に等しく興味を持つっていうのはすごく難しいところで、大体皆さん推しじゃないですけれども、入り口になるような方たちが大体絞られていくと思うんですけど、その方たちを目で追っていった中で、その人たちの良さが、ちょっとあんまり見えてこなかった部分があって、ちょっと、気になるな、みたいな。なんだろうな、角の人が途中でこういう指のダンスをされて、ヒャッってやったじゃないですか。ああいうのとかすごい良かったなって思いますし、今見てると、そこがどうやらですね、一番リプレイ回数が多いシーンが、この角の方のシーンだったんですよね。ってことはやっぱり、それぐらいこの人に皆さん興味が多分あるんだと思うんですよ。世の中の方たちが。ここに。パチパチパチのところに。で、こういうダンススタイルが多分この方は得意な方なのかなっていう、ちょっとトリッキーなダンスを踊るっていうところをアイデンティティにされてるのかなっていうふうに思ったんですけど、逆に言うとこの人が、結構それを食っちゃって、他の人たちのインパクトが、かなり薄れてしまったという。で、そういうトリッキーな技って、ダンス的にとかの話にはなるんですけども、すごくスパイスとして効くんですけど、それを入れるかどうかっていうのが、また結構大事なポイントになってきていて、入れるんだったら、どういう風にその後繋がっていくのかとか、入れる前にじゃあどうなっていくのかっていうところの繋がりの部分はちょっとなかったかなっていう風に思ったんですよね。だから、暗い必殺技って言ってやるんですけど、インパクトは大きいんですけど、その後にじゃあこの曲、クレイジーラブという曲に対してどうハマってったのかっていうところに関してはちょっとわからなかったなというか、ここまでヘアスタイルとか、メンバーの方たちのキャラクターを濃くするんだったら、もっとガチガチにコンセプトを固めてあげないと、逆にすごく戸惑わせちゃうんじゃないかなっていうふうに思いましたね。というのが僕の感想でございます。才能がある人たちが集まってるのは、おそらくそうなんだろうなっていうふうに思うので、だからこそその才能をじゃあどうやって発表していくのっていうところ。やっぱりだからどんなにいい食材が揃っていても、やっぱりどういう調理をするのかっていうところで変わってくるわけじゃないですか。何事もやっぱりコンセプトが大事なので、そういうコンセプト作りみたいなところって日本ちょっと弱いんですよね、やっぱり。あんまりそういうコンセプトを作るとかっていうところからプロジェクトを始めていないんじゃないかなっていうふうにちょっと思う部分もあって、そうじゃない、ウルフさんもちろんあるとは思うんですけども、全体的に日本的な思考というか、そこはもうちょっと違うのかななんて思ったりは。逆に言うと K-POP ってそこをガチガチに固めてからスタートするっていうことが多いので、そういう意味で言うと、J-POP 的だなっていう風にはちょっと思うところはありますね。面白みはもちろんね、すごくあるとは思うんですけど、この後にじゃあ何をこのグループは強みで見せていくのかっていうところが大事になるかなっていう。すごいアクロバティックに踊ってる方とか、一斉にみんなで踊るじゃないですか。誰見たらいいか分かんないじゃないですか。で、まとまってるところってどこって言ったら最後みんなでこうやってるところみたいな。ちょっと熱狂的なというか、狂信的なっていうところはわからなくもないなというか、僕は逆に言うとあんまりx ジャパンさんのファンではないので、X ってなる、その雰囲気というか気持ちは僕あんまりわかんないんですよ。だから多分、XY さんに僕がドハマりするかっていうと多分そうではないタイプの人間だと思います。そういう意味ではすごく線引きをしやすいところだと思いますし、x ジャパンさんのような雰囲気が好きな方たちは多分すごく好きになれるんじゃないかなっていうふうに思いますね。好みが分かりやすいっていうところで言うと、逆にそうか、分かりやすいのか、そういうのが好きな人たちからすると、こういうのは。そういうことか。話しながら自分ではーって思ってきたわ、今。これ好きな人はめっちゃ好きなのかも。つまり、ビジュアル系バンドが好きな人からしてみれば、シャーってなるのかな。で、そのビジュアル系バンドな雰囲気で、みんなで踊ったり歌ったりしてるっていうところに、何か感動するものがあるのかな。K-POP にはハマらなかったけど、とか、ジャニーズさんにはハマらなかったけれども、これなら好きになれそうって思える人もいるかもしれないですよね。だから、どこの誰に刺さるかっていうのはもうわからないんですよね。
だからこそこういうグループを作ってみたっていう感じなのかもしれないですね。という感じでございます。はい。僕は今のところ、こういう形もあるんだっていう一つ発見と、驚きと、今までこのように存在しなかった形だと思うので間違いなく。そういう意味ではこのグループさんがどういう作品を出していくのかっていうところに興味はあります。はい。まだもうこれで全てを判断するっていうわけではもちろんないので、ベイビーメタルさんたちがこう流行ってるみたいな感じで、新しい、掛け算ですよね。を期待したいなっていうふうに思うところでございます。っていうふうに思ってるところでございます。はい。ということで、皆様のコメントなども、これまたアーカイブに残りますので、コメント欄の方でもいただけたら嬉しいございますので、よろしくお願いいたします。